くり勉強チャンネル。こんにちは、さなえです。今日も積分をしましょう。ただし、今日扱うのは誤った回答です。誤りを見つけ、次に活かすのです。まずは問題を見ましょう。こちらです。次の積分を計算せよ。インテグラルθイコール0から π までのサインθ d θ。とても簡単ですね。普通なら間違いようがありません。まずはじめに、話題の中心である5回答から見てみましょう。この回答では、置換積分を行います。非積分関数の全体を別の文字に置き換えます。すると、u は正弦関数の逆関数で表せます。であれば、θ と u の微分項の関係はこのように表せるはずですね。また、θが0から π に変化するとき、u は0から0へ変化するでしょう。なぜなら、サイン0もサイン π も0だからですね。以上を踏まえて与えられた積分に文字の置換をします。u の区間0 0乗に置換後の非積分関数の得意点はありません。また、区間も有限なのでこの積分は広義積分ではありません。であれば、乗端と加端が等しいこの積分の値は0であるはずです。これがこの問題に対する誤った回答です。では、どこが誤っているのかを説明しましょう。私が思うに、結論を左右する大きな間違いはこの部分でした。積分する区間全体で、この関係は成り立ちません。全体で一様に成り立たないだけで、一部分では成り立つのですが、残念ながらこれが致命的な誤りでしたね。ただ、誤りのスタートはここではなく、u とθの関係をθについて解いた部分が始まりです。正弦関数は周期関数なので、逆関係を見ると高になってしまうんです。だから、正弦関数の逆関数は地域をマイナス2分の π から2分の π までに制限したのです。式ってやつです。全単者を作り出すための。なので、この地域の外の区間においては、必ずしも知っているインバースサインの振る舞いはしないということです。現に誤っていますしね。θ について解かずに、置換した関係そのままで両辺を微分しましょう。これでわかるかと思いますが、θが0から2分の π の区間では正しかったんです。2分の π から π の区間では負の値を取るというだけなんですね。ちょうど大きさが同じになるように2つに分けたうちの一方をマイナス1倍にしたから、値が0になってしまったというわけなのですね。コサインθは区間によって正負が変わるので、u の式に書き換えるときはその部分に注意しなければなりません。もしも5回答と同じように置換をして計算するのであれば、区間をθイコール2分の π を中心に2つに分けて考えなければなりませんでしたね。では、このことを踏まえて模範的な回答の例を見せましょう。はじめに、先ほど述べた通りθイコール2分の π を中心に積分の区間を分けます。それぞれの積分に対して、u イコールサインθと置換します。すでに同じことを言いましたが、2つの積分は同じ値なのでした。まとめます。分母の混合の中身の同関数が分子の定数倍に一致します。なので、実質的には別関数の積分と同じですよね。これで計算は終わりです。結論です。与えられた積分の値は、0ではなく2でした。さて、少しだけ補足をします。与えられた積分は、この図の赤く塗られた範囲の面積に一致します。積分の区間上では、非積分関数は単点を除いて常に正なので、積分の値が0になるはずがありませんよね。また、図の赤い部分は高さ1で幅 π の長方形の内部に収まります。なので、当然 π よりは値が小さいのです。それに、見たところ長方形の半分よりは大きく見えるので、2という積分値は見た目からも妥当性が高いと言えます。今日の問題は非積分関数が正弦関数なので、そのまま積分すれば原子関数がマイナス1倍の余弦関数だと即座にわかります。しかし、そんなことはどうでもよいのです。ここで知ってほしいのは、置換積分は適切に処理できないと、誤った結果につながることがある、ということです。今日の問題はその一例に過ぎません。これまでのあなたの回答にも同じような誤りがあるかもしれませんね。今日の授業はここまでです。私のお話がお役に立てば、動画の高評価やチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。